おはいえなし。突然ですが皆さん、ディープダンジョンのソロ攻略ってどういう人がプレイするイメージがありますか？オタク専用コンテンツ。めっちゃわかります。そもそも4人で攻略すればいいコンテンツをわざわざ1人で攻略するってのがおかしくて、通常のファイナルファンタジー14による刺激では満足できない体になってしまったかわいそうな人たちが行き着く縛りプレイと捉えてる人も多いんじゃないでしょうか。ノー！断じて違います。いや、思ったよりは違います。かくいう私も今までは X やロドストの達成報告やらソロ攻略記事やらを見るたび、うわ極まった人だ、俺には関係ねえという気持ちでいたんですが、4人で攻略したピルグリムトラバースが今までのディープダンジョン以上に面白かったのと、こんだけ道中の敵がやばければソロもおもろそうだなと思い配信でチャレンジ。先日見事ソロ攻略を達成した世界ナンバーワン黒魔同士がプレイしていて気づいたソロ攻略の魅力。結論から言うと、これは今ある14の無随版というより味変された14であるということをご紹介したいと思います。早速本編どうぞ。家なしララチャンネル。プレイして気づいたディープダンジョンソロ攻略の魅力3選について触れる前に、まずは14のバトルシステムと課題について。14のバトルといえばいわばマスゲームで、敵の栄唱場をもとに次の攻撃予兆を認識し、8人が適切な場所に移動したりアクションすることで攻撃をやり過ごすというシステムです。1回の戦闘は約10分で、敵の攻撃は秒数含め最初から最後までほぼかっちり決められているので、敵の攻撃の流れ、いわゆるタイムラインと各ギミックの対処方法を事前に覚える、いわゆる予習をすることで攻略速度を飛躍的に高めることができますし、あとランダム性が少ないので単純に数こなせば順応しやすいっていうのも特徴の一つでもあります。このアクションバトルらしからぬ各種攻撃のかっちり感こそが、普段ゲームやらん人にも幅広に受け入れられる要だと思ってるんですが、一方で副作用もあって一回予習しちゃうと、あとはその通り動けるか勝負になっちゃいます。細かいこと言うと、火力やヒールワークの詰めみたいなギミックの対処以外の最適化要素ですとか、ギミックミスった人へのケアみたく臨機応変な対応が求められるシーンもなくはないんですが、とはいえ大まかな世界で言うと8人が大縄跳び飛び切るまでは決められたことをあまり工夫もいらずに淡々と繰り返す時間が多くなりがちです。そして8人同時参加しますから、そこにはささくれもつきもので、ギミック処理勘違いしてるやつからあなたギミック間違ってないと言われて、はお前だろとイラッとさせられたり、逆に自分が一向にギミック処理が上達せず肩身の狭い思いをすることもあります。こういった虚無時間が多くなりがちなのも、パーティーメンバーをイラッとさせられることもクリアの喜びを増幅させる要素でもありますから、別にそれが悪いものだとは1ミリも思ってませんが、言うて攻略の道中にそういうネガティブ要素があること自体は別に反対意見が出るとこじゃないかなと思います。という14のバトルシステムの副作用に触れた後に、ピルグリムトラバースソロ攻略の面白さについて3点ご紹介。1点目、予習した先にもあるハラハラドキドキです。予習したらあとは動くだけではなく、予習した後もまだ安心できないんですよね。例えばジュニパーのドロップが激渋で真相をスキップできず絶望、制限時間やばいのに進路上にモンスターハウスあって絶望、後ろの巡回モンスターに気づかず複数体に絡まれ挙動って死亡などなど、新鮮味が薄らぐので本当はあんま例示したくないんですが、ともあれ敵の技ごとの対処法だけ学ぶ14の従来の予習だけでは避けきれないまさかが発生します。だからこそ緊張感が持続します。何が起きるかわからない、これが従来の14のバトルにはあんまない要素で一番大きい魅力かもしれない。何が起きるかってのは逆方向にも言えて、やばいとか死んだとかいうネガティブのとは別に、例えばマザーボム連発とか、敵変化と宝物増加と宿命重ねて宝箱ザックザクみたいなポジティブ面でのハプニングがあるのもでかい。普通のバトルならポジティブ面に触れる話とか、ゼノグロシーに繰り台乗ったとか、そういうレベルしかないですよね。対してディープダンジョンソロは良い方にも悪い方にも振れ幅があり、従来のギミック処理の予習では、もっと言うと巷にあるソロ攻略記事を一読したとしても、そのハプニングの振れ幅をカバーしきれないので、予習からあぶれる部分がまさかにつながり、ちょいちょい遭遇するまさかによって緊張感が持続するので面白いっていう理屈です。いや、緊張感自体は従来のバトルでもあるけどねって思うかもしれませんが、なんというか秒数単位で連続的にギミック処理する従来の語句とか霊式とかのコンテンツって無酸素運動みたいな感じで、だから緊張感っていうのも息止めてっていう類のものじゃないですか。一方でディープダンジョンソロの緊張感ってマラソンみたく有酸素運動っぽくって、時間制限も
も後半シビアになってくるのもあってドキドキみたいな感じなんですよね。ここもまた従来の14のバトルとは違う味がする部分の一つなのかなと思いました。ただ今言った話だけならソロじゃなくて4人で行く場合でも当てはまる話じゃね。じゃあ4人で行った私はソロ別に行っかって思う人いるかもしれません。ここまでの話だけで言うとその通り。ただそこで次の2点目の魅力が出てくるんですが、4人とソロで景色が違う。これもおすすめの理由の一つです。一番有名な話で言うと、ソロ攻略になった時だけ10階のボスが急に難関ボスに変貌します。雑魚を時間内に倒しきれないとほぼワイプになるので。それ以外にも例えば皆さん自己強化と防御強化って普段どういう扱いしてますか？ 4 人でプレイしてる時って基本的に3スタックから溢れた時とか、あるいは入手してからすぐにあんま考えず適当に誰かが使う感じだと思います。そもそも敵が解けるのも早いし、オートアタック食らう機会もタンク以外ないから、その効果量を実感してない方も多いんじゃないでしょうか。ソロだとしみるでー。特に DPS の場合、真相だとポーションをガブ飲みしなきゃいけないぐらいオートアタック痛いので、そんな中での防御強化は精神安定にすごく効きます。自己強化の方もこれがあるのとないのとでは、敵が即死攻撃をしてくる前に、あるいはミミックが呪ってくる前に倒せる倒せないが変わってくるので、こちらも相当ありがたみが増しています。さらに雑魚敵の攻撃も4人で挑む時と1人のそれでは全然印象違くて、例えば HP が一定割合切ると強攻撃を連発してくる敵とかいるんですけど、そもそもそんな敵いること知ってました？私は4人でプレイしてる時知りませんでした。だって全部タンクが受けてくれるんだもん。ソロで対峙して急に自分の HP の減り方が苛烈になり、いたってなって初めてこいつのヤバさに触れ、以降こいつと対峙する時は自分の HP を高水準に保ちつつ、相手の HP が減ってきたら一気に削るというムーブを意識するようになりましたが、この動きはソロならではの動きです。あとは真相に出てくるこいつ、4人でブラインド攻略してる時は単純に3回か4回タンクに弱々パンチを打ってくるだけ、そのパンチ中に倒しちゃうんだがという謎の存在でしたが、実は3回か4回殴った後前方に即死範囲を打ってくるので、 A ショーバーから殴ってる回数を認識して、この回数分受けたら逆方向に回避するという動きが必要になります。ソロだと即死攻撃までに削りきれないので、こういうムーブが必要になってきます。これもソロならではですね。一方で例えば20回ボスや99回ボスの足元エンハイなど、ソロゆえに難易度が落ちているギミックもあって、結果として4人で挑んだ時と1人で挑んだ時で別ゲーやってる感覚とまでは言いませんが、味変して替え玉食ってるような感覚になれます。これが本当に職人芸で素晴らしい点だと思います。これがなかったらディープダンジョンソロが単なる高難易度縛りチャレンジになっちゃうので、私としてもやりたい人がやればという温度感になっちゃうんですが、味変がある分一粒で2度美味しいというか、1.7 度ぐらい美味しいのでおすすめ度上がってる感じですね。これが2つ目の魅力です。魅力3つ目、ソロ特有の超自由感です。14って基本的にチームプレイのゲームであって、何をするにしたって他人からの圧を大小あれど常時受けるものです。高難易度コンテンツだったらやれうんたら式だかんたら式だ、どっちが MT、ST やるんだやら、カウント俺にやらせんなやら、あのギミックもっとお前奥に詰めろやら、無言ギブやめろやら、あと固定ならいつ何時から攻略始めるだ。高難易度じゃない普通のルレであっても、まとめろやまとめんなやら、いくらなんでも火力低すぎるやら、わざわざ宝箱開けに行くなやら、4人で行くディープダンジョンにおいても端歩けやら、今そこでリレイズ割っちゃうのやら、もう銅箱開けなくていいっしょやら、そういうささくれ発生ポイントはどのコンテンツでもいくらでもあるかと思います。ソロには一切そのストレスがありません。何をするにしても全部己の自由。このフロアは探索しようとか、窓機欲しいけど時間やばいから次行っちゃおうとか、いや別に窓機もないけどなんていうかもうめんどくせえからいいや次行こうとか、他人のキャラの動きを見て探索したいの？次行きたいの？とか見極める必要は一切ありません。14のバトルってここまで自由行動できるのってそれこそメインシナリオのちょっとしたインスタンスバトルぐらいしか基本ないから、がっつりバトルができるものとしては珍しいんだな。どっちがいいとか悪いとかじゃなくて、普段そういうささくれに遭遇しがちな14でたまにこういうテイストのゲームやると、さっきの味変理論と同じなのか結構面白く感じるなと思った次第です。好きな時間に好きなジョブで好きな進路で好きなスキル回しで好きなアイテムの使い方で14のバトルを楽しめるっていうのはオンリーワンの魅力なので、ぜひやってみてはいかがでしょうか。魅力3点の列挙としては以上なんですが、もう一つ魅力とかそういうの以前にこの場借りてベタ褒めしたい点があるのでご紹介させてください。バランスが神すぎる。マジで魂を感じる。今回4人で一度攻略した人が次ソロでやってみようかなと思ってから実際にソロに挑むまでのハードルを高くしすぎないようにするという意味でのバランス、それと実際のソロ攻略の難易度のバランス、これ両方よくできてると思うんですよね。今言い方まどろっこしかったんで具体例挙げるんですけど、今回装備強化値の伸びがかなりいいんですが、この伸びが従来通りで1回踏破しただけじゃとても強
評価値的にソロで挑めないよみたいな状態だったら絶対ソロチャレンジする人少なかったでしょうし、マドキとピルグリムポーションの交換レートがもっと悪ければやっぱチャレンジする人少なかったでしょうし、雑魚がもう少し硬ければだるいのでやっぱチャレンジする人少なかったんじゃないかなと思います。それに敵の攻撃によるダメージ値とかも調整の緻密さをすごい感じていて、1階から100階の各層において雑魚が即死攻撃を織り交ぜてくるバランスだったり、雑魚の HP にしても1匹ならまあソロでも倒せるけど2匹同時に絡まれると一気に緊張感は増しつつも、でも習熟してればなんとかなるぐらいだったり、3匹になると無理なので形態変化とか使うけど、だとしても形態変化の効果時間的に依然として気は抜けないみたいな HP のバランスだったり、あとはボスのギミック処理失敗しても防御強化を割っていれば DPS でも一発被弾が許されるぐらいのダメージ量になっていたりと、各種効果時間なりダメージ量がすごく作為的でソロ攻略の歯応えを残しつつ未プレイの人にも歩み寄った絶妙なバランスに仕上がってるなと感じました。これかなりバランス調整に時間かけたと思います。なので当然4人で攻略するよりは難しいんですけど、14オタクだけが楽しめるオタク遊戯かって言われたら全然そんなことないように今回してくれてるので、興味あればやってみてはいかがでしょうかと思いました。本当は配信で視聴者からいただいた助言をもとに4日間ソロ攻略に明け暮れた私だからこそできるソロ攻略ワンポイントアドバイスうんたら戦みたいなのを動画に添えようと思ったんですけど、多分面白さが減るんでやめときます。これがチーム攻略コンテンツならさっさと攻略しないと上手い人が抜けちゃって徐々に攻略が難しくなるっていう現実があるので、その泥沼に私の視聴者を巻き込まないよう私がコツを伝えていくっていうのは価値があると思うんですけど、ソロ攻略はそういう時間的圧力からも自由ですし、だったらもうギミックの対処法の理解だけにとどめて、あとは当日起きるハプニング楽しめと思うので控えます。どうしても知りたいって方は概要欄から私の配信をご視聴ください。ソロクリア済みあるいは挑戦中の方のご感想、4人で行った方はディープダンジョンの面白ポイント、イラッとポイントがあればコメントぜひよろしくお願いします。こんな感じでやってみて面白かったコンテンツは皆さんにガンガン紹介していきますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。おついえなし。